はい。それでは今日はこれです。マスクメロン栽培に、今日は、2月の18日。前回が2月の9日に玉吹きしたので、あれからもう9日経ちました。そして、後輩が1月2日からなので、今日で31たす18だから49ぐらい。そしてメロン。こんぐらいいいメロンになった。すげえいいよ。これほら、第一ネットがさ、横にこう出てきたやつだけど、ちゃんと縦が入ってきて、しっかりとメロンらしくなってきた。これ、しかも、これ、大きいよ。もう 1.5 近くあるよ。玉もしっかり緩んでるし。で、これが気になるメロンなんだけど、これもまた、どんな感じか、最後に、また切って検証はします。そして今日は顔が出てこないんですけど、このアポロンのブリーダー野村さんが後ろに来てくれております。どんな感じでしょう、野村さん、このメロン。いや、ネットすごくいい感じですね。ああ、よかったです。はい。でさ、さっきもこれ見ながら話してたんだけどさ、僕 X でなんつうのかな、収穫予定だいたい55日ぐらいで考えてたんだけど、アポロンとかベルダって結構しっかりしたメロンでね、緩まないというか、色が回りづらくてしっかりした品種なので、55日でどうですかってさっき野村さんに聞いたら、なかなか55でこの秋冬系、越冬系のメロンをもぐ人はなかなかいなくて、60日ぐらい置いても大丈夫っていうことなので、なら、うちのこっちのマスクメロン、これはさ、60日置くともう色が回ってきちゃってすごく柔らかくなっちゃうから、これはまあ55日ぐらいで思ってんだけど、アポロンは予定を変えて、3月の1日か2日で、まあ様子見ながらだけど、2月の最後、2月の28日ぐらいに1個試し切りしてみて、まあ動画でもやりますけど、試し切りして、その塩梅でその先をいつ収穫するかみたいな感じでいこうかな。で、まあここ今日通路が狭いから野村さん出てこないんだけど、まあ声は聞かせてくれてるので、まあいろんな産地行ってきてみたいで、なかなか出来は上出来だっていうお言葉をいただいたので、まあ順調にいってると思います。この動画の次の試し切りの動画の時に、このアールスアポロンの試食企画募集をしたいと思うので、皆さんちょっと、それ、また次の動画まで待っててください。そしてやっぱり何しろ、なんつうの、やっぱり何回も言うけど、うどん粉の抵抗性がすごい。まあでもこれアポロンには限らないんだけど、日本の植木にしろ八重にしろ萩原、みんなうどん粉の抵抗性がついてる。最近のね、マスクメロン、アールスメロンっていうやつは。でもうちのやつ全然ついてないから、こうほら、うどん粉病、こううどん粉病と戦っていかなければ真っ白にされちゃう。でもね、これはこれでいい、メロンとしてはいい部分があるから、なんつうのかな、やっぱりこれから離れることはできないんだけど、やっぱり病気にも強い CCYV、 体力硬化にもならないし、うどん粉にもならないし、すごく作りやすいメロンだし、ネットはこれだけで綺麗に出るし、玉の膨らみもいいしね。日本のメロン農家でって買った種でやるメロン農家って種のかなりそれだけの助けがあるから、すごくいいというかやりやすい環境にはいるので、ぜひこの萩原でも植木でもまあみんなそうなんだけど、ただ体力硬化の大病性がついてる品種は今のところはもうまだこれしかない、このメロンしかないので、
でしかもちゃんとに糖度はもう乗るんだよね。糖度もしっかり乗るメロンだから、まあ褒めてるばっかりなんだけど、ただ目的にはまあ試食の時あれなんだけど、ややなんつうのかな、果肉の滑らかさが少し足らないかなって思う部分があるんだけど、それはまあ今回また切ってみないとわからないことなので、それはその時に感想を言おうかなって思うんだけど、ただ本当に玉伸びはして、で肌が白い、髪かけなくても真っ白に出てくる。うちのやつはねもう日焼けしてきちゃうから悪いメロンじゃないんだよ。こっちが太陽、南側だから、こっちから太陽がこうやって降り注ぐから、ここが日焼けするね。で逆側を見てみましょう。ほら、日に当たんない方がすっげえ綺麗、真っ白で。どうしてもこうなるんだよな。だから紙をかけてこう日焼けを防いで、白肌の市場とか出荷するっつうとさ、今白い方が評価されるからみんな白く上げていくんだけど、ただ僕はそこまで白にはこだわってはいないんだよな。多分僕のお客さんは別に白だからどったらこったらってあまり言われたことないし、で特に今の時期とかは葉っぱで光合成するのがメインで光合成するんだけど、こうメロンの玉の肌でも少しは光合成するらしいっていう話は聞いてるので、夏は光合成しすぎるぐらいの太陽が来てるから日よけしても大した問題はないんだろうけど、今はまだそんなにまあ春で少しは太陽強くなってきてるけど、まあそれも十分に光合成してもらいながら糖度を乗せていきたい。でやっぱり目標は17度超えで18度いけばって思うんだけど、特にこのアポロンとかベルダって萩原の品種はブリックス糖度っていうのがすごくよく出てくる、数字的にすごくよく出てくるメロンなので、っていうか僕ばっかり喋ってるんだけどね、なかなか萩原農場さんはこのアポロンが売れすぎて今すごく大変なで、種を頑張って揃えなきゃいけないから今頑張ってやってるらしいので、まあそうだな。だって今世界にこの黄色い悪魔、大量効果の耐性があるメロンはこれしかないから、特に九州だとかああいうでかい産地のところはあれが出ちゃうともう終わりだからね、メロン自体が。だからやっぱりそういうところも頼らなきゃいけないし、もうそういうアポロンでなければできないような産地もできてきちゃっていくから、やっぱりそこを優先的に種を供給していくっていうのが彼らの使命だから、なかなか僕の動画に出てヘラヘラしてる場合じゃないということでねまあでもね、いい経験させてもらってる。そしてまた今度春作みんなが次の栽培日記やるときにいろんなマスクメロンの会社の、例えば横浜植木、それこそ萩原農場もそうだけど5本ぐらいずついろんな品種を作り比べながらやっていく日記を作りたいなっていうのもコメントいっぱいもらってて、春一緒に家庭菜園でもメロンを作り始める人たちがいるっていうことなので、そういう人たちよりちょっと早めに参考になるように春のメロン動画をこれから作っていきたいと思います。その時にちょっと面白い種も野村さんがちょっと用意してくれるそうなので、萩原代表としてそれも作っていきたいと思います。そしてスイカのも作っていい。スイカの今年3年目スイカ栽培日記、春また始めていくので、ぜひまたそれも見てください。はい、それではこれアルサアポロン良くなってきたよ。ちょっと変米だけど白くてネットも持って玉吹きしたから、もう一回プリント持った。そうだ、あとコメントに食酢をつけて玉吹きしたりとかしないんですかっていうコメントとかもあったんですけど、僕は基本空吹き、軍手だけで空吹き、ここの表面に
目に見えないような細かい傷をすりつけて、さらにそれを修復するためにプリント盛らせるっていう意味で玉吹きをやっているので、薬つけたり酢つけたりはしませんね。しなくても、良くなるので、そんな感じで、玉吹きはやってます。いや、酢とかつけてやるんであれば、1回拭いて、また数日後にもう1回拭いてやったりとか、そういう風にした方が多分効果が出て、メロンも良くなってくると思います。はい。それでは今日は、だから、収穫時期が3月にずれ込むことになりました。より美味しいメロンを作っていくために、次は、2月の最後、28日かなんかに、試し切りをしたいと思います。それでは、今回はここまで。